3番目の王妃は、朝鮮王朝史上で唯一、中院出身の王妃です。彼女のお話に入る前に、まず、朝鮮王朝時代の身分制度について簡単に説明しましょう。朝鮮王朝時代の社会は大きく2つの身分に分かれていました。ヤンインとチョンミンです。ヤンインはさらに3つに分かれ、最上位がヤンバン、その次がチュンイン、そしてサンインです。一方、チョンミンはノビとペクチョンの2つに分けられていました。それぞれの身分がどのようなものだったのか、これから詳しくお話ししていきます。身分制度のトップは王族です。王様が最も上位です。王族は別格とされ、一般的に身分制度についてはヤンバン以下の階級を指すことが多いです。ヤンバンは上級官僚、つまり貴族的な支配者階級です。朝鮮王朝時代の身分制度は高麗時代のものを引き継いでいます。高麗時代に中国の唐や宋の制度を参考にし、官僚を文官と武官に分ける制度が採用されました。文官はムンバン、武官はムバンと呼ばれ、この2つを合わせてヤンバンと呼びました。朝廷の儀式の際、東に並んだのが文官であるムンバン、西に並んだのが武官であるムバンで、東のムンバンの方が上位とされていました。中国には古い思想で天子は難命するというものがあります。天子は動かない北極星に例えられ、北極星を中心に他の星々が回ることから、天子は北にいて南を向くべきだと考えられました。これに従い、王様は北に座り、臣下は北を向いて王様に仕えるようになったのです。両親ともにヤンバンの間に生まれた嫡子がこの身分を受け継ぎました。高い官職に就くためには科挙に合格する必要がありましたが、祖先に科挙合格者がいれば一族はヤンバンと呼ばれました。この階級の者は税や労役が免除されていました。彼らは労働をしないでひたすら儒教を学び、科挙に合格し、官職に就くことを目指していたのです。当時、頭を使う職業が立派なものとされ、肉体労働や技術職は卑しいとみなされていました。チュンインは技術者や通訳官、医官などの実務を担当していた下級官僚の身分の人たちです。医官や通訳官の子供は親の仕事を引き継ぐことが多く、役職を世襲することもありました。彼らは庶民から見れば身分の高い人です。
ヤンバンほどではないものの、ある程度の権力を持っていました。ヤンバンと側室の間に生まれた諸子はこの身分とされました。ヤンバンとキーセンとの間の子供は基本的に母の身分である先民でしたが、キーセンを先民の身分から解放する面戦をして側室に迎えると、その子供は正式な諸子になりました。彼らはヤンバンから激しく差別されることもありました。参院は一般庶民です。国民の大多数がこの身分でした。その多くは農民でした。国家の税や労役を負担していました。参院の中でも農民の地位が高く、職人や商人は身分が低いとされていました。科挙を受けることができるのはこの身分までです。ここまでがヤンインです。日本の江戸時代の身分制度である士農工商の中で、士は朝鮮王朝のヤンバンにあたるかな。ただし日本では農工商の間には明確な身分の違いがなかったのに対し、朝鮮王朝では明確な身分の差がありました。町民は2つに区分されていました。ノビとペクチョンです。科挙を受ける権利もありません。その代わり納税の義務がありません。ノビのノは男性の奴隷、ビは女性の奴隷を意味します。これらは犯罪者や謀反人の子孫とされ、ヤンバンの使用人として働いたり、農業などに従事しました。ノビにはクァンヌビとサヌビの2種類がありました。クァンヌビは王宮や役所の所有物で、サヌビは個人の所有物です。ノビは所有者の財産として扱われ、売買も可能でした。ペクチョンは食肉加工や農業などの仕事をしていました。ペクチョンは人間とはみなされず、ペクチョン同士でしか結婚できませんでした。また、住む場所にも制限があり、文字を学ぶことや学校に通うことも禁止されていました。このように厳しい身分制度が存在していたのですね。身分による差別は日常生活に根深く存在し、個人の自由や機会を著しく制限していました。現代の感覚では、こうした制度がもたらした不平等や不自由は想像することすら難しいほどです。朝鮮王朝時代の身分制度について表を作りましたのでご覧ください。大きく2つに区分され、ヤンバン、チュンイン、サンインとノビ、ペクチョンに分けられていました。朝廷の儀式の際の並び方の表です。
王様が北に座って南を向き、臣下は北を向いて王様に仕えました。次に官僚や女官の階級についてお話ししましょう。ここではカタカナ表記にすると発音が同じになるため、日本語の読み方で統一させていただきます。本階とは官職の階級を示す制度のことです。朝鮮王朝では官僚や女官に与えられる階級が決められており、これは中国大陸の王朝に由来しています。具体的には章1本や銃1本といった階級で表され、各本階には章と銃が存在しました。章1本から19本までの合計18階級があり、これによって官僚や女官の役職が区別されていました。日本でも皇室の男性には本階がありました。1本から4本まで存在しますが、朝鮮王朝と異なり、章と銃に分かれることはありません。天皇に近い血縁順に一本親王、二本親王と呼ばれました。一方、日本の臣下には本階ではなく位階が与えられました。章1、銃1などと称されました。章4以下はさらに上下に分かれており、例えば章4上などの称号があります。章1から章書位下まで全部で30階級が設けられていました。朝鮮王朝時代の王宮内にいる女性全体をネミョン部と呼びます。ネミョン部とは本階を持つ女性を指し、高級の女性に加えナインや三軍も含まれます。高級の女性とは側室やスン三軍のことです。そのトップに立つのが王妃です。高級の女性はナインや三軍たちよりも高い地位が与えられており、序列は王妃、次に高級、次に女官です。雑用を行うノビであるムスリには本階がないため、ネミョン部には含まれません。女官の中で最も地位が高いのは三軍で、章5本に相当します。三軍の下に位置する女官がないんです。なお、女官、宮女、ナイン、宮人はすべて同じ意味であり、王宮内で見習い宮女から三軍までの女性たちを指します。チェゴ三軍という役職はドラマで制作されたもので、実際には存在しません。各部署で長老的な存在を指すために作られた肩書きのようです。実際には部署名プラス三軍という形で呼ばれていました。各部署には7人から
8人の三軍が配置されていたようです。特別な職務を担当した場合は、異なる称号が与えられました。最も高い三軍はチェジョ三軍で、旅館全体を統括する役割を持ちます。次に高いブジュジョ三軍は、衣食住に関わる貴重品の管理を担当していました。ネミョン部と対になるのがウェミョン部で、王宮の外に住んでいる本懐を持つ女性たちを指します。王妃の母や王女、王族の妻などがこれに該当します。ウェミョン部は地位が与えられるだけで、経済的な保障はありませんでした。